ぽよ散歩。ひょんなことから世界中を旅することになったぽよです。今回はシドニーです。ゴールドコースト空港にやってきました。今日はこれからシドニーに行きます。初めてのシドニー。今もう朝5時だよ。早すぎ。朝一の便だったよ。しょうがない。それが一番良かったんです。今回の目的はこちら。トゥワイスオーストラリア公演です。イエ全公演のチケット取ってたよね。やばいよ。ーイ。計4日間行ってきます。今日から2日間はシドニー公演か。はい。今日はシドニー公演、オーストラリア公演の初日なんですね。しかもサウンドチェックがあるんでしょう。そう、初めてのサウンドチェックもあって、海外公演しかないもんね。はい、そうなんです。初めてなので楽しみに行っていきたいと思います。ゴールドコーストはね、海から日が昇るんだけど、ちょうど今日が昇って綺麗だ。朝早いもん。5時だよやっぱオタ活の朝は早い。早いね。でも本当たまたま今オーストラリアで住んでるからさ、こうやってねすぐ行けるけど、日本から公演参加するってなったらすごい大変だよね。そうだね。オーストラリア住んでなかったらさすがのポヨも来てないでしょ。じゃあチェックイン済まして行きますか。空港自体は小さいよね。こじんまりしてる、だけど綺麗だし、比較的綺麗。食べ物系もいっぱいあるから食事も困んなそうだよ。だからね、ご存知の通りね、オーストラリア物価高いんですよ。食べ物は特にチップがないのが唯一の救いだね。そう、こんな高いのにチップ文化あったらもう破産ですよ。でも怖いのが、最初来た時はクロワッサン1個20ドルとか言って空港の高さにめっちゃびっくりしたけど、今は20ドルねって感じになっちゃって半年も住んでるとね、金銭価格がバグってくるよまあそれでも空港は高い。で、オーストラリア版バーガーキングハングリージャックス空いてるね。この朝、6時の便でも空いてる。みんな並んでるよ。ファーストフード系はほんと24時間やってる。街中でも。ここの空港の中普通にもうカフェとかも開いてるからね。カフェは朝早いか。まあどれも美味しくねえよオーストラリアのご飯まずい。まあオーストラリア料理って分かんないけど、だってさ、オーストラリア料理っつって想像つかないでしょ。まず最初に日本だとさ、寿司とかさ、タイだとトムヤンクンとかパッタイとか思い浮かぶけど、オーストラリア料理ってなって何を思い浮かべる？最初大体ね、OG のやつに聞くとビーフパイとかって言うんだけど、美味しいけどそれあくまでオーストラリアにしては美味しいって感じだよ。てかね、ユニオンフラッグ UK のね、フラッグがある国美味しくない空港価格だから。レッドブルが650円。これなんて見て、10.5 千1000円する。はい。ポケボールなんてこれ2000円だよ。見てこれ、自分で作れそう。もう半年も住んだらもうある程度物価も分かってくるじゃん。あと味も分かってくるよね。分かってる。ちなみにゴールドコーストからシドニーは1時間半ぐらいかな。東京札幌間ぐらい。すぐです。ではいよいよ飛行機に乗ってシドニーに飛び立ちます。今日晴れてていいね。シドニーも晴れてるといいね。お願い。
約1時間半のフライトを終えてシドニー空港に到着しました。本当にあっという間に着いた。その後は電車で CBD に向かいたいと思います。次の目的地はポップアップストアです。楽しみ。ゴールドコースト住んでるからね、このスイカみたいな GO カードっていうやつ使ってるんだけど、これは全国共通じゃありませんそうです。シドニーはシドニーのものが必要です。これは使えません。 GO カードはもう統一しろよな、交通系 IC どうなってんだよ。まあでもタッチ決済できるからさ、まあカードある人はこれで直接電車乗れるから便利なんだけどさ、これで向かいます。ということでセントラル駅に到着しました。ここからは乗り換えでライトレール、路面電車に乗り換えます。今電車がちょうど行っちゃったのであと4分ぐらい待ちたいと思います。中心地っぽいのにやってきた。セントラルから乗り換えてここは QBB という駅です。雨が降ってきちゃった。これはトワイスさんたちがシドニーにいるからなのでしょうか。だとしたらさすがの雨女っぷりを発揮しております。来ました。そろそろ着きそうです。このウエストフィールドってめちゃくちゃ広いな。迷子になりました。途中でありました。並んでいるのかな。結構並んでる。わーお、めっちゃ並ぶ。すごい。どこが最後尾なの？あ、最後尾あった。今1時間ぐらい並んでようやく次の次の次ぐらいで入れそう。長えよ。なんか今日の当日券はね余ってるけど、なんかこのショップ見るとやっぱいろんな国籍の人から人気だなと思う。まあ、ここがオーストラリア多民族国家っていうのもあるけど、いろんな国籍から愛されてるんだなと思いました。決してワンスがないので正直なレビューをします。転売ヤー防止のためようやく入れた。何から見る？うちわを売っている。これがうちわ。全員集合。とりあえずはそもそも何人組？9人か。そうだよ。で今日誕生日なのがヨンヨンちゃん。おめでとうございます。何歳になった？ 96年生まれらしいです。でなんかオーストラリア公演全4公演欠席するのが誰？チェヨンちゃん。チェヨンちゃん会えないけど T シャツです。すごいシンプルだよ。やっぱさ、日本とデザインが全然違うよね、日本のなんか可愛いって感じだけど、ここオーストラリアのやつはシンプル。パーカーもあります。いや夏だぜもうオーストラリア今オーストラリア向けじゃねえだろこれ。ここら辺の小物可愛いじゃん。めっちゃシンプルだよ。スリッパもあるやん。でキーチェーンとかいいね。ここら辺はオーストラリア限定の T シャツ。これもシンプルやな。裏にみんなの写真がある。これいいじゃん。これいいよね。でオーストラリアって書いてる。70ドル。いいね。コヨの今時給が35ドルだから2時間分の T シャツ時給。はい。こっちも
09。あー、またこれもほんとシンプルやな。プリントだけ。ということで、サイズ感は OG サイズ、海外のサイズだからワンサイズ落とした方がいいかもね。これがユニフォーム。あ、これ涼しそう。夏だから今こういうのが素材的にいいよね。これ XL だ。でかいね。いいね。これ全部統一で09なの、個人のやつはここで売ってない。売ってない。ほら S が日本の M ぐらいでしょ。そうだね。だからワンサイズ S でもでくいでしょ。これを一つ。じゃあ購入。そうコヨさん T シャツ2枚購入。2公演分だね。あとこのユニフォームもお買い上げ。買ってきました。結局何着買った？ 3着買いました。 T シャツが1枚70ドルでしょ。これ130ドルもした。このユニフォームかわいいけど全部で270ドルです。高え。そしてカードがあった。お、まだ開けてません。これお買い上げした方にプレゼント。はいイェイ。ちなみにポヨ誰推しなの？トゥワイス。ないです。箱推しです。あー、じゃあ誰が出てもいいんだ、これは。もちろん。さあ誰が出るのか。シュン。お、これはちょっと待ってね、時間ちょうだい。この人ね、日本人の日本人の港崎。おー正解。しかも名字で言ったっていう。名字で覚えてんだよな。このサーターめっちゃ可愛くない？だそうです。めっちゃ可愛いな。いいね、これ港崎ファンの人にはたまんないんじゃない？めっちゃ可愛い。これもう一個のやつがスクラッチか。スクラッチって書いてあった。確かにスクラッチってなんだろうね。スクラッチか。いきまーす。多分スクラッチになってるか分かんないと思う。あ、失敗した。破れちゃってるし。え？いや破れた？開け方雑。詰まってる詰まってる。これはジヒョ。ジヨちゃんでーす。これジヒョだよね。そうです。この子ね、日本語うまい。俺個人的に推してる。歌うまいし。で裏がストレッチになってる。おー、なるほどね。じゃあ削ってみるか。うん。どうせならオーストラリアのコインでってことで20セントで削ってる。 This tour is for once。メッセージがね書かれてるんだ。スクラッチ削ったらメッセージ書かれてたね。ハングルは僕は読めませんマルチリンガルだけどハングルはダメですでも0番メタ使って訳すとエネルギーを充電してくださいって書いてたありがとう。チャージだね。チャージしてくれ。チャージして。この後会えるんでね、楽しみだね。俺 TWICE の中だとやっぱジヒョが一番個人的になんか人間的に好きだわ。顔のタイプとかじゃなくて人間的に好きです。他のメンバーは名前も知らないメンバーもいるんですけど、ジヒョだけは分かります。シドニーといえばオペラハウスでしょ。他に印象ありますか？シドニーわからない。僕は昔住んでたんですごい懐かしいですよシドニーが。今も並んでるもんね。並んでおります。列はまた伸びてる。気が遅いんだわ。列の人は大したことないんだけど、まだ時間があるんだよね。サウンドチェック3時からだったからさ、ちょっとご飯を食べてって感じでいきましょうか。
がむしゃらのメニュー、スープオンリーとかもあるんだね。普通の豚骨ラーメンでも20ドル以上するね。4000円以上はします。まあオーストラリア価格は仕方ない、普通だよ。ここ大阪の有名な無鉄砲っていうラーメン屋の直営店だ。間違いないよ。楽しみです。オーダーはあそこのカウンターでする感じだね。そう、ここ化学調味料使ってないんで、それが売りなの。レギュラーサイズがこのサイズ、ラージサイズが 1.5 倍。わあ、でかいね。確かに調味料コーナーがこっちだ。すごいね。食べるニンニク醤油、最高。すごいね。5000円ですよ、これ。約でかい。メガラーメンのさらにラージサイズの。どうぞ召し上がれ、およさん。いろんなのが入ってる。いただきます。やっぱね、この濃厚スープですよ。どう？このドロドロのスープ。美味しいです。濃厚だね。さすが無鉄砲。麺が水っぽくなって美味しい。海外のラーメンってさ、なんか麺水っぽい時あるじゃん。ちゃんとなんか日本のラーメンみたいな。すごいよ。これとか。スペアリブ入ってうん。この串カツみたいなやつとさ、このスペアリブでかすぎでしょ。もう器に入りきってないいや、すごい量だったね。とんでもない量でした。まあ分かってたことだけどさすが5000円するだけあるわ。納得。もうあれ一食でいいです。今日はもうあれはいりません。でね、雨もね降ってきちゃったし、まあ時間もそんなないんで、このまま今日は会場に向かいたいと思います。そうしましょオペラハウスはね、飛行機の基礎から見えたしう。まだの機会に、ね、どうせ年明けオーストラリア一周するからその時見れるし、またの機会に撮っておこう。そうしましょう。今日は天気も悪いから、じゃあ会場に向かいます。ということで到着しました。オリンピックパーク駅です。今日はここでこの後ライブが開催されますが、まだ静かですね。ね、誰もいない、ほぼほぼ無人の電車だったね。いやー、駅は広いです。ちょうどシドニーオリンピックやったところだから広いよね。ここら辺にもう開会式と閉会式やったメインスタジアムがあったりして、今回ライブで使う会場もクドスバンクのアリーナもあって、ほんと綺麗に整備されてる。ちょうど今こっちはもう春、もう少しで夏っていう感じだから、紫のねジャカランダがすっごい綺麗に咲いてる。めっちゃ綺麗。紫色の桜みたい。こっちにとってはね、そんな感じだよね。もう俺らが今住んでるクイーンズランドの方はもう結構散っちゃってるんだけど、まだシドニーは綺麗に咲いてるところが多いね。散ってるのも綺麗だよね。紫の花びらが散って、こんな感じ。ここはあんまり少ないけど、オーストラリアの桜って言われてるぐらいだからね。珍しく見える。いや、日本人からしたらないでしょ。こんなん CG かと思うでしょ。ピンクじゃなくて紫の。ジャガランダはね、南米が原産なのかな。南米行けば割と多いけど。もうグッズ売り場オープンしてるっぽいね。そうね。先にホテルチェックインしてからそこは行こうかね。まあでもポップアップで買ったからね、何買うかって言われたら微妙じゃない。それにしても本当に広いこの公園このスタジアムとかすごいでかいよ。
ただとんでもない TWICE はこのスタジアムじゃないんです、やるのは屋根付きのアリーナ。アリーナ。ちょっとね、さすがにオーストラリアでスタジアムはきついみたいね、 TWICE とはいえ。ちょうどいい大きさでやった方がいいよ。ただでさえね、今回のアリーナでも当日券発売するぐらいだからね。いや本当でも TWICE がオーストラリアに来てくれただけでポヨはもう歓喜でしょ。歓喜。今年の日本公演は行けなかったもんね。去年のツアーは行ってたもんね。そうね、去年は東京と横浜東京、横浜、結構行って大るじゃん。阪、わ福岡、名古屋あ行きましたガチだ。ちょっと引くわ。ちなみに全部ルークも一緒に来ていくれてや本当だよ、俺全然ワンスじゃないのによく行ってるわまあライブっていうね、そういうものを見るのは好きだから、エンターテインメント別に TWICE が好きってわけじゃない、ライブが好き。うんよサウンドチェックマジで楽しみじゃない。初めてだからね、それに関しては本当に。チケット争奪戦に勝ったもんね。まあ争奪戦っていうほど混雑してなかったけど今でも余裕で買えるけどさ、頑張ってたもんね、パソコンに張り付いて当日そうだね。でも余裕で買えたっていう、これがオーストラリア公演のいいところです。TWICE はオーストラリアではあまり人気がないのか、チケットがね全席ソールドアウトになりません。だから穴場かも。会場のアリーナがそっちの方なんだけど、そこから歩いて5分ぐらいのところに宿があるんですよ。アイビスバージェットかな。いやこの距離であ、近くて最高でしょ。最高すぎる。しかもね、オーストラリアにしてはね、まあまあ安い、1泊1万5000円。こんなに立地がいいのにね。このオリンピックパークの立地はからの立地はいいけどCBD からの立地はクソだから、ここまあそりゃそうだ。ライブで利用する人はいいけどね、下手すればもう部屋からアリーナ見えちゃうんじゃない？この低さでこの低層階じゃ無理かチェックインしましょう。はい、入りました。わあ、違う。公園側じゃなかった。逆向きだ。残念。景色は何も良くない。うん。まあ、ただ日の光が入るためだけの窓。はい、十分です。寝るだけだし。こちら水回りです。ドアがこういうドア、面白い。そしてヘア、ボディ、フェイス検閲が1個ついてます。と洗面台もあって海マット、そして部屋にはテレビがついておりまして、ハンガー、ポット、飲み物類、冷蔵庫は入っていませんが使えるかな。冷たいです。お世話になります。着替え終わりました。ポヨ。今日はこの T シャツで臨むいきます。シドニー公演初日3時間のサウンドチェック、どんなものか楽しみましょう。ちなみにライブの数品のキャンディーボンは持ってきてない。はい、それはワーホリに来る前に。確かにワーホリに一番必要ねえわキャンディーボンなんて。それ持ってきてるやついたら頭おかしいよ。
もう予測してオーストラリアにもうこの時期来るっていうこといやが分かっそれでもいらない別にただ光る棒やもん日用品ではない。海外公演だから携帯使えるから携帯のライトでいいやん今回のさチケットさサウンドチェック付きの VIP チケットだからグッズ売り場も優先的に入れるっぽいね。もうね時間はお金で買えるんですよそういうところは全然使っていかないと。日本の公演はさ 1,2 時間待つじゃん。それこそポップアップストアの日じゃないぐらい待つじゃん。いいないね。でもここはそんな待たない気がする、うんわざわざ VIP のアーリーアクセス使わなくても俺はいい気がするんだけど、時期によってはさめちゃくちゃ暑いかめちゃくちゃ寒いかのどっちかじゃん最悪だよね。外でね物販並ぶのもまあそれもオタクの使命でしょうねちなみにとりあえずオーストラリア公演は闇くじみたいなのはないんでしょ。ないけどいいやあんなくじもう不正だらけなんでしょ。なんか話題になってたね。ああだったら最初からやんなくていいよ。うコーバスタジアムでかすぎシドニーオリンピックのメインスタジアム。ここはねテイラー・スウィフトとかがライブするんだってよ。ん、おーテイラー・スウィフト世界のテイラーそうここでライブできるんですよ。TWICE はここでライブする日が来るのでしょうかこの規模でやったら本当にすごいと思うけどね、オーストラリアで。日本と韓国だとできるか、できるよ全然できる。日産スタジアムでやったんだけど。ああ日産も入るもんね。日韓ワールドカップの時のサッカーの決勝ですよ。駐車場もあるね。止めれそう全然余裕で。止めれそうだね。ちょっとあら意外と人いるな。おーもうあれ何の列。もうなんでこんないんのこの人たちオーストラリアまで来て。すごいねやっぱいるんだ。何の列か分かんないけどできてる。物販かそのサウンドチェックのアクセスの入場か分かんないけどね、アリーナのあれかもしんないしさ。それにしても並んでる。でも客層はほんといろんな国の人がいるね。さすがオーストラリアだよ。いろんな人いるうんアリーナの列かな。すごいね。今日の席はねもうリザーブドされてるからこんな早く帰ろうが遅く帰ろうが一緒だからいいんだけどさ、サウンドチェックが聞けるしね。ここが会場のクロスバンクアリーナ。わ綺麗。室内だから涼しそうーそれは間違いない。とりあえずサウンドチェックだけでもこんだけ人が並んでるんだ。すごい。 C での人気俺ちょっと舐めてたわ。すごい舐めてた。チケットが完売しないってだけである程度の客層呼べてる。すごい集客。グッズ売り場は今のところまだそんな並んでない感じかな。普通に買えそうだね。公園には全然間に合う。15分20分ぐらいで終わりそう。3時から入場なのに始まりません。さすが海外時間にルーズ。25分経一応ね2時45分ぐらいに着いたんだけどね、列はまだこんな感じ。もっと後ろに並んでるもんね。今15時半入場が開始しました。書いてた時間と30分も違うやん。どないなっとるん。海外だからいよいよ入りますよ。ポーさん先どうぞ。結構厳しいよねマジで。こういうところは厳しいよね。入れました。おー来ましたよポヨさん。ここでチケットですね。チェーおVIP の特典これめっちゃよくない？めっちゃいいね。
中はこんな感じ。人多いね。人気だ。あ、まだサウンドチェックは時間ありそうだからグッズ見てみようよ。こんなところがあったの？あらら、力入ってんね。手抜いてないわオーストラリア公園だからといって手を抜いてるわけではない。こういうモニュメントもあるんやな。ここ物販にもなってんのかな。あ、でもさすがにポップアップで売ってたやつは売ってないね、ここで。確かにそこで売ってたらふざけんなってなるよね本場になったら混みそうだね。多分気づいてない人もいる。そうね、アリーナの人たちはもう並んでるでしょ。E の方に行った。はい。なんで E の方に行ったの？これは S って読んで最後に大きい。すごい引き伸ばされてるね。みんな足綺麗だなこんなこと言ったらあれだけどタニアにいそうな気がするいやいや、タニアで待ってる感じの人たちに見える。めっちゃタニア分かる人には分かります。じゃあサウンドチェックがもうそろそろ始まりそうだから席に行ってみようかな。おー、ステージですよ。近くない？すごいね。そしてさ、アリーナも意外と混んでない。前から2列目だ俺ら。端の席最高じゃん。わー、これやばくない？めっちゃ近いから。うわー、こんだけ近いのやばいね。小夜さん端座っていいっすよ。もうはい僕ワンスじゃないんであんま通路で頑張ってダンスチャレンジも。アリーナは大方入ったかな。あんな人数いたけど意外とこんなもんなんだね。分散してるけど、あの真ん中のへこみのところが人気。もう密集してる。みんな頑張るな本当に。あ、もうこれで十分だよ。これと iPhone 7 Pro Max でも十分撮れるよ。ここ意外と誰もいないよね。すごいいい。サウンドチェック中は今撮るなってねアナウンスあったから普通に楽しみましょう。客層はいろんな客層いるけどさ、オーストラリアだからもちろん OG の比率が多いんだけどでかいんだよ OG。 でかいよやばい。何の T シャツ着てるんだよ。五条悟着てるよもうよれちゃうよ iPhone 7 Pro Max だから五条悟とゲトの T シャツ着てるよこういうでかいのいたらね結構きついね。俺は大丈夫だけどコヨとかねそういうのいたらねシークレットブーツ履くとか対策取らなきゃきついよね。まあでもそれ以外にも空いてるところはある。全然ある。まあ本番はどうなるか分かんないけど今これサウンドチェック前の時間だから。あまりの近さにちょっとコヨさんもう絶句しちゃってんじゃんさっきからずっと腕組んじゃってさ、この近さやばいなつっちゃってるじゃん。そんなやばいんだ。まあ、この距離だもんね。うわー、コヨさんしかも通路側だから本当にダンスも気兼ねなく踊れるしさ、しかもボードも作ってきたじゃん、自作ボード。レッスンもらえると嬉しいね。いやこの距離だからいけるでしょ。見えるでしょ。見えるはず。TWICE 目いいな目いいの？どんな感じで始まるんだろうね。もう念願だったもんねこのチケットで。でも5万円ぐらいしたじゃん。払う価値ある。こんないいグッズももらえてさ、これいいよね。嬉しい。でも旅にすげえ邪魔だなどうするよこれ。でもほら靴下とか履けんじゃん。いや俺この靴下俺履かねえよ。このカバン海に持ってけるじゃん。まあ海に持ってけるけど小せえよちょっと欲しい人いたら僕の分あげますゴールドコースまで取りに来てください
なんか日本語の曲も流れてるね本当に。サウンドチェックは何を歌ってくれるの？俺マジで曲わかんないから後で解説して頼みますよ。明日はねアリーナ席なんだよね。うわ俺やだよこの人たちと争うの。明日もこいついたらやだなこのでけえやつ。池藤と大城悟いたらやだよ。勝てねえよ少なしか勝てねえよね、一番上の席とかでも360度だから見やすいのかな割と。いやそうだよ。他がやっぱそんなにあるわけじゃないからさ。そうそう。東京ドームとか全然違う。あれひどいね東京ドーム公演は。米粒より小さかったもんね双眼鏡なきゃダメだけどほんとここ肉眼でレベル。どこまでズームしすぎちゃってなんか変なものまで見えそう俺 iPhone。 カメラマンの後ろなので多分ねカメラマンね OG なんだけどね誰が誰だか分かんないからね一応ね顔写真と一緒にねプロフィールが書かれてます。間違いない。そうだね。それはもう仕事だから。Unauthorized recording or photography may result in being escorted out of the venue. We appreciate your understanding and cooperation. Thank you very much. サウンドチェックして分かったけど向こうが正面だね。やっぱサウンドチェック終わってもアリーナはずっと動かないね。みんな出ない。場所取ったからもう動けない。みんなおむつ履いてんのかなトイレも行けずに。それが嫌だねアリーナで。この後一般入場の人が入ってきてさ残された席を奪い合うんでしょ。勝たなければゴミ。サウンドチェックどうだった？サウンドチェック神だったか。やばかったね。ファンサもらいまくったね。ファンサの宝庫ですねあそこは。まあ、人数少ないし場所も良かったしいろいろな要素が噛み合ってたけどやっぱボード持ってきて良かった。よかったね。あシール見つけてもらえた。うんめっちゃ気づいてくれた。ただ港崎さんだけはちょっとこれはまたこの後リベンジします。でメインエントランスの方には MG がある。誰も見向きしないでまだ一般入ってないね。これからだ。ここはグッズだね。ここで買えるんだね。しかもやっぱ今入ってんの VIP の人だけだからなんかグッズ売り場たくさんない？めちゃくちゃ空いてますここ外でバザーだなってね。必要なかったね。なんかもう VIP たちの列ができてる。何になる？カフェっぽいね。それに並んでるわみんな。お酒とか売ってるんだ。そこにみんな並んでる。まだ時間あるもん。今のところねここだけだねやってんの。右からイムナヨ港崎ソノ小水良いみなこの方はサンチェヨンパクチヒョンユジョヨン誕生日の方おめでとうございます。キムダヒョン平井モモ平井さんさっきねボード掲げたら反応してくれた。すごいいい方。そしてサウンドチェックの時にこの妙意さん投げキッスしてくれた。サウンドチェックの時にね妙意さんっていうボード掲げたら投げキッスしてくれた。本当にファンサいい。ありがとう妙意さん。問題はこの人よ。この港崎さん掲げたのにあれって見えてない。多分ね視力あんま良くない視力の問題だと思うブルーアイズだからちょっと光が弱いね。佐々木さんだけちょっとねサウンドチェックの時にあれって感じだったから本番楽しみですね。本番に書いてる港崎チャレンジするか。で妙意さんがテキサス出身なの。わあ。でミドルネームが
わあ、確かにシャノンって感じするわ。いいね、ミドルネーム持ってるの俺と一緒じゃん。さてこれからアメックスラウンジめっちゃ並んじゃってんじゃん。みんなアメックス会員かよ。おー、ここですね、アメックスのラウンジ。基本全部有料だね。まあでもちょっとゆっくりできるって感じのラウンジ。飲みます。テッポヨは今のプロセスはリンゴジュースです。ライブ前までここでゆっくり。あと何時間ある1時間半チーズとポテト。ウィズスパークリームチリソース。美味しそう。オーストラリアね、ポテトはうまい。美味しいね。逆に言うとポテトハンバーグぐらい美味しいね。あとはちょっと怪しい。本当いただきます。美味しい。揚げたて。もう普通のポテトでしょ美味しいけどね、これといってね特別何かあるわけじゃないんだよ。普通なんだよ、オーストラリア。ちなみにこのビールは1杯1250円します。よかったね。めっちゃゆっくりできた。これで一旦落ち着いてほんまに望むことができる。アリーナじゃないからいいよね、席取ってく必要ないから。ライブ中も座れるしライブ楽しみましょう。一般入場も始まって混んできたな。席に戻って開演を待つか。今席に戻ってきたんだけど、開演30分前の19時。やっぱ人増えてきたね。で、明日俺らは一般入場だからこんぐらいの席から見るのかな。ね、ここら辺から見るけど、なんか始まった。 JYP すごいね。JY パーク人気だなやべえ、全然知らない人たちばっかなんだけどで、ついていけませんおじさんついていけないんだけど、すごいライブカメラになってる。いやー、盛り上がってきましたね、会場も。はい、光り始めた。始まるね。テレビを見るときは部屋を明るくして離れてみてね。
introduce myself first.おいHi, Sydney! I'm Chewy. So nice to meet you. Did you miss us? Yeah! I miss you guys so much. Hi, I'm Jimmy. Long time no see. Yeah! My birthday. Hi! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you. 오랜만이지, 수빈이. 오늘 재밌게 한번 놀아봅시다. Let's have How's it going? 네, 저희가 시드니에 정말 2년 반 만에 이렇게 방문하게 됐는데요, 여러분. 저번에도 오신 분 계신가요? 시드니에 원스들이 정말 많았거든요. Did you like it? Yeah! 좋았어. 오지. is it right? 두 번만 하면 어떻게 돼? What happens if I just do it? 오지. 아, 오지. 여러분, 그러면은 한번 다음 무대로 넘어가 볼까요? 이번 공연에서는 저희가 This is for once라고 하면은 여러분은 This is for twice라고 외치면 다음 노래가 시작됩니다. Now be 하나, 둘, 셋. This is for one. This
どうですか、ぽよさん。ずっと声かけて待ってる
過去一楽しかったんじゃない？過去一近かったからファンサをたくさんもらえたね。近いとあんな楽しいんだね。なんか今まで日本公演行ったけど全部遠くだったからさ、まあ、楽しいは楽しいけど、楽しいけどなんかここまでの楽しさはなかった。サウンドチェックからさ、それこそファンサもらえたし、まあ、本番の最後のアンコールでもさファンサもらえたね、うんそれはもうバッチリ動画に撮ってた。ポヨさん実はダンスコンテンツとも少し映ったんだけど、私というか前の子が映って後ろに映り込んでた俺がポヨが踊ってた時に「Look at me」っていうボードを掲げてた。そしたら多分カメラが勘違いして前の子のために掲げてんだなと俺前の子アシストしちゃったよでもね、前の子が幸せそうに踊ってたからいいよ。感謝しろあいつそれはそれで俺に感謝してくれ俺のボードのおかげでお前は映ったんだぞ頑張りましょう。明日も明日で楽しみましょう。それではまた明日。はい。